おはようございます。たかしです。本日は12月13日火曜日、ただいま10時45分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は強めの陽線、大きめの陽線で引けてきております。ただ現在はこの緑のボックスの上限、ここですね。このボックスの上限に差し掛かってますので、ここからどうなるかどうかというところです。ここを上抜けられると一旦最高値まで目指すでしょうし、ここを上抜けられないと再び GMMA 付近までは戻しそうなところ。現在は三角持ち合いを上抜けてはきてますけれども、ストキャスティクスは高値圏にありますので、その辺は注意が必要です。昨日は強く陽線で引けてますので、本日もこのままこの流れを継続して上昇できるのかどうかというところですが、やはり高値圏にありますので、その辺は注意ですね。ここから比較的大きめの下落をする可能性もありますし、ここをこのまま突破して上抜ける可能性もありますので、買い足でトレードポイントを探していく必要があります。では4時間足です。4時間足のオレンジの点線、ここが4時間足の目線切り替えポイントと考えております。過去にここ一度高値を目指しましたが、ここでは上抜けられず、ただ現在のこのローソク足で一度高値を指してきてますね。ですので一旦超えたことにはなるのかもしれませんが、一応まだ明確に超えてはいないので、4時間足の目線というのはまだ下向きと考えておきます。本日ここを明確に上抜けてくると4時間足の目線が上に切り替わりますし、1時間足の目線は現在上ですので、ここから上昇しやすくなってくると思います。ただ、一旦ここ169円を上抜けても、次は170円ですね。この青のボックス、この過去の意識されているラインっていうのがありますので、次のテイクはここになってきそうですね。で、ここを上抜けると最高値172円付近を目指して上昇する可能性が上がってくると考えます。現在4時間足の GMMA は上向きになってきてます。今まで4時間足の GMMA が意識されているのが分かりますよね。ここでサポート、ここでサポート、ここで下抜けてからはここでレジスタンス。この辺もちょっとボラが高くって上抜けてますがレジスタンスされて、今この GMMA にここでサポートされての上昇になってきてますので、次下落してきたところで4時間足の GMMA にサポートされるようですと、そこからの大きめの上昇で172円を目指すと思いますが、現在4時間足ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは優位性がありませんので、一旦調整の下落を待つのがいいと思います。そして日足のストキャスティクスも高値圏にありますので、今強く上昇中ですが、ロングエントリーをするのであれば引きつけて買い足で短くやっていくのが良さそう。そして今はここの過去の抵抗ラインにありますので、ここからの一旦の下落の流れっていうのも考えておきたいところですね。まずは4時間足の GMMA 付近まで戻してくるのを想定しておくのがいいかもしれません。ここまで戻すかどうかは分かりませんけれども、一旦はこの GMMA まで戻す可能性があるっていうのは考慮に入れておきたいところです。では1時間足です。1時間足にはこの緑のエリオット波動を描いてます。ここ全体が4波と考えてますが、4波の最安値がここになりますので、一応ラインとしてはここに当ててますが、1、2、3、そしてここ全体が4波からの5波かなというイメージですね。先ほど一旦高値更新をして今下落中ですが、ここでエリオット波動が終わったのであれば、ここからは修正波に入っていくと考えられます。で、どこまで調整の下落をするのかと言いますと、一旦はこの緑ゾーンですね。168円ぐらい。これがこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 23.6% です。その下 38.2% とありますが、この辺が一旦意識されるのかなと考えてます。この黄色のボックスの上限っていうのは過去、ここレジスタンス、そしてここサポートになってますので、深く押してきてもこの辺167円付近っていうのは再び意識されそうなポイントになってきますね。現在は強みの上昇からの一旦の調整の下落、そこからの再上昇というところを考えているんですけれども、今ここは日足でも高値圏にありますので、もしかするとここから大きめの下落に変わっていくという可能性もあります。今はその節目にありますので、ここから上抜けられるのか、それとも大きく下落していくのかという分かれ目ですね。今は分かりにくいところにあります。日足での高値圏、そしてストキャスティクスなどもどの時間足も結構高値圏に来てますので、現在は上昇トレンド中ですけれども、ここからのロングエントリーはちょっと注意が必要なので、一旦の下落を待ってからのロングエントリー、もしくは今反発ポイントに来てますので、この辺で下落のパターンが出てくれば、そこからのショートエントリーを狙っていくのがいいのかなと考えます。ただ今は強い上昇トレンド中ですので、そしてエリオット波動がここで終わったとは限りませんので、ここから上抜けする可能性もあるので、ショートエントリーをされる場合はしっかり根拠を持ってやっていくのがいいと思います。
本日は以上です。この動画が良かったら高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを上げたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。自分のトレードに根拠が少ないと感じる方や、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。